現在はですね、シルクとか、和紙という天然繊維を使った、繊維電極を作成することでバイタルを測るっていうような、医療工学に近い研究をしています。で、もともと専門分野は大昔は計測工学なんですけれども、ちょっと前まではいわゆる脳神経科学というのをずっとやってまして、脳の研究をやってました。そうですか。なるほどなるほど。実は今回の研究の主軸になるのは、その天然素材であるシルクとか和紙を導電性化する、電気を流せるようにするっていうのが主題なんですね。そういう伝統的なそういう材料。そうですね。それを電気を流せるようにすることで体の動きを知りたいというのが今回の主軸になります。その特徴、我々の研究の一つの特徴は、その天然素材である素材感っていうのはそのまんまできると。で、電気を流すことができる。いわゆる金属を全く使ってないんです。金属フリーの材料なので、金属アレルギーの方っていうのも大丈夫なんですけど、触っていただくと分かるんですけど、これ全て電気が流れる材料になってます。塗ってるのと違う、重合してるので。重合してるんだ。インサイチュー、その場で重合しているっていう、重合反応をすることでタンパク質と強固についてるので、例えばこうやっても塗ったとかではなくて、絡み合ってるというか、もう分子レベルでこうくっついていると。そうですね。それですので、ものすごい力で分子間力だからそう簡単に取れるもんじゃない。そうですね。ファンデュラウスみたいなものではなくて、むしろその化学結合している。なるほどなるほど。なので、例えばこう擦ってもパラパラ取れるとかいうことはなく、手についてくることもないんですけれど。これが我々が開発した椅子なんですけれども、この中に先ほどご説明させていただいたような和紙の電極が入ってまして、4箇所入ってるんですけれども、これで座っていただくと、その座った時のそのお尻の左右の荷重の分布と、そのももの部分の左右の荷重の分布が取れます。これ全体がその和紙であれになってるわけじゃなくて、ここの部分だけ入ってるんですね。入ってるんですね。布状の和紙なんだけど、電極になるやつ。そうですね。はい。これ座るということですよね。だからダメな感じですね。これがちょうどお尻の左右になって、これがももの左右になるんですけど、多分こちらの左足が突っ張ってるんじゃないかなと思います。そういう形でですね、これを理想的には荷重が均等にかかるのが一番理想で疲れない状態なんですけれど、このまま座っておられても大丈夫なんですけれど、長時間座っていると今こう差が出てくる部分について少し痛みといいますか疲れが出てくるってことが起こり得ますね。ということはこれで判断できるんですけど。でもそれほど大きな歪みではないみたいです。はい、思ったように。なのでこれ見ちゃうと実は意識してしまうので、通常は見えないようにして判断していただかないといけないんですけど、ただこれはフィードバックはかけられるので、自分でそういう調整ができる範囲だかどうかっていうことだけ分かっていれば、どの姿勢になれば一番体が楽なのかって分かっていれば自分で調整できるわけですね。いわゆるトラックパッドと同じような原理で、必ずしも静電容量だけではないんですけれど、こういう形で反応はしますね。で今これ感度抑えてますけど、このくらいのところでも反応する。いけちゃいますね。要するにこれ ID を従事できれば誰が通ったか分かるじゃないですか。そういうのができないかなと今思ってます。反対側を誰が通ったかが分かるではなくて、ここを通った人が、これ人が通るかどうか分かりますよね、これで。だけど誰が通ったか分かんないじゃないですか。でもこっちから ID を送ってこっちで非接触カードみたいな感じで。そうですね。もうこれ要はアンテナですからね、要は。そういういわゆる人体通信みたいなことができるといいなとは思ってますけど。今当面は国内にしようと思ってるのは、真似されるのが一番怖いので、まずは国内で地固めをして、そこから次に海外だろうなと思ってます。権利関係はじゃあしっかりやって。そうですね。権利は抑えていてもやっぱりノウハウは
権利には書けないので、そこは簡単に真似する国もありますから、そこはちょっと注意したいなと思ってます。